こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。ご無沙汰してます、青子です。今回の話の種は、スーパーバイク世界選手権で6連覇を獲得した忍者 ZX-10R だ。500台限定で、300万超えですか。そんなやる気満々の SS バイクの変化点を見ていくぜ。この番組は、ZX-10R に興味がある方、ライムグリーンを見ると反応してしまう方、興味はないけど、なんとなく川崎好きという方に送る、バイク系ライフチャンネル番組です。それでは青月電子台、今回もスタートだぜ。では、ゆっくりしていってね。じゃ、始めてくぜ。今回の話はこんな感じだ。ZX-10R と WSBK、マイチェンでの変更点、お得情報、です。ZX-10R だが、動画中では 10R って略すからよろしくな。まずは、ZX-10R と WSBK についてだ。10R は、川崎のレースイメージリーダーだ。ホンダなら CBR、ヤマハなら YZR、スズキは GSXR だな。どの車種も、二輪の最高峰グランプリ、MotoGP で大活躍な車種ですね。そうなんだが、川崎は2009年に金融危機の影響で撤退してる。あら、じゃ全日本ロードレースで大活躍ですか？いや、全日本ロードレースも2019年でワークス活動終了だ。新型が活躍する姿が生で見れないじゃないですか。じゃ、紹介サイトでレース6連覇って書いてありましたけど、何のレースなの？それは、スーパーバイク世界選手権 WSBK での話だな。あまり聞かない名前ですね。ちなみに、WSBK の国内開催予定はない。せっかくレースで活躍してるのに、このレイムグリーンのシャツの出番がないじゃないですか。プライベートチームで川崎車を使って参加してるチームがあるから、見れないってことはないけどな。ライムグリーンと相性がいいエヴァンゲリオンカラーのトリックスターとか、川崎カラーのショップチーム、RS 伊藤とかな。それなら、心置きなくシャツを着てサーキットに行けますね。シャツも大事だけど、レースを見てくれよ。で、MotoGP と WSBK って何が違うの？色々あるけど、大きな違いは車両の製作方法が違うぜ。MotoGP を走るバイクは、レース専用として開発されてる。一般人は車両を買えないし、公道も走れない。ふむふむ。WSBK で使われるバイクは、販売店で購入する市販のバイクだ。そして、限りなく市販車に近いバイクでレースが行われる。10R にレース用パーツを組み込み、スペックアップした 10RR を500台限定で販売してる理由がそれだ。なんかずるい気もしますが、スペシャルモデルを限定発売して市販車認定する方法は、どのメーカーでもやってることだ。もちろんこれは、ベース車両のポテンシャルがあってこそできることだからな。500台限定車って、何が違うの？専用ピストン、コンロッド、カムシャフトを採用して、レグリミットを 400rpm 引き上げてる。馬力も1馬力アップしてる。たった1馬力の違いで、10R と約100万円の差ですか？何の価値があるの？ WSBK では、各メーカーの性能調整のため、エンジンの上限回転数規制が設定されるんだ。理屈上、馬力は回転数がアップすれば大きくなる。回転数規制に対する対策として、レグリミットを引き上げてるんだ。そのための100万円ですか？そうだ。他にも違いはあるが、ほぼエンジン代だって話だ。そこに痺れる、憧れる。ああ、言っちまったな。それじゃ、WSBK で6連勝できる性能を持ったバイクと、レースレプリカのバイク、レイムはどちらが欲しい？私は気軽に乗れるレースレプリカが欲しいです。俺は川崎の男気に惚れて 10R だな。どちらの路線で販売するかは、メーカーの考え方次第ですね。そうだな。でもこうした話を聞くと、10R に対する見方も変わってくるだろ？10R にぜひ乗ってみたいと思いました。それじゃ、次は WSBK で7連覇するために加えられた変更について紹介するぜ。では外装から見てくぜ。一体、どこが変更されたのかな？新型 10R の開発テーマは空力性能アップだ。これはレースだけでなく、ツーリングにも効くらしいからな。まさに実用第一、どれぐらい変わったのか楽しみです。じゃ、フロントセクションからだ。コアラですか？ああ、コアラだな。見た目はガラッと変わりましたね。先代はライトやインテークの形状が大きくて、昆虫系の顔つきだったからな。ライトが小型化されたおかげで、デザインの幅が広がったのかな？かもな。フロント全体が逆スラントとなって、その脇にウィングレット内蔵のインテークが付加されてる。なのにサイドの張り出しは先代よりコンパクトになってる。ホンダの CBR1000RRR や 600RR はウィングレットをアピールしてますね。あっちの方が見た目も効果もめっちゃありそうに感じますけど、なぜこんなにデザインが違うのでしょうか？
勝手な想像だけど、考え方の違いなのかなって思ってる。ホンダの SS は、主に元 GP からの技術フィードバックだ。最高速度が350キロ、予算制限はあるものの、エンジンや車体はやりたい放題のモンスターマシンだ。そんなマシンから得たノウハウをダウンサイジングして、市販マシンにフィードバックしている。引き算的な感じですね。一方、WSBK は市販車のカウリング、シャーシ、エンジン、電子制御システムを使用している。飛び道具的な性能アップは狙わず、各デバイスにまんべんなくパラメーターを振り分けて、底上げしていくイメージだ。で、今回のマイチェンでは、先代で手つかずだった空力アップに取り組んだってわけだ。足し算的な改善ですね。バランスよく、コツコツ積み上げた結果、10R のようなマシンが出来上がったってことですね。と言っても、10R はサーキット向けに性能を全振りしてるから、やっぱりツーリングや街乗りは厳しいんじゃないんですか？何と比較するか、だな。初代は乗れるもんなら乗ってみろって雰囲気で、荒削りな性能で扱いにくいって言われてる。しかし、トラックで性能の良いバイクなら、ストリートでも性能が良いということなので、2016年モデルの 10R のプロジェクトマネージャーは、トラックで最速であるということが唯一のゴールと話してる。新型はその考えを突き詰め、速いバイクほど、乗りやすいバイクというテーマで開発された。世代によって求める性能は変わるけど、ユーザーに最良のものを提供する姿勢は変わらないと思う。外に痺れる、憧れる。2回目だぞ。もう徐々禁止。最良の証に、新型 10R にはリバーマークが付与されたな。川崎で最高の性能を持つバイク、の証ですね。次はリアセクションだ。シートの形状が変わってますね。そうだな。先代はシート後端に起伏はなかったけど、新型では盛り上がってるな。これはライダーが着座した時に、尻上がりになって伏せやすくなる形状だ。ふむふむ。テールカウルは、小ぶりだがテールダクトが追加されてるぜ。形状も複雑で凝ってますね。よく見ると、フロントのウィングレットと同じくの字になってるぜ。デザイン的にもフロントカウルとテールカウルの形状が揃えてるから、眺めも気持ちいいです。ライダーが着座するから、ダウンフォース発生にはそれほど貢献しないと思うけど、こうした細かい積み重ねた結果、空気抵抗が 7% 削減してる。なのに、ダウンフォースが 17% も増加。矛盾しまくりの性能アップだ。これも今日の威力ですか？あ、今日は川崎が設計で活用してた国産スパコンです。今は稼働終了し、合計の付額が世界ランキング1位となりましたね。実際にどこまで活用されてたのか、知る由もないですが、そう思うとワクワクしてきますね。次は塗装についてだ。川崎にはハイリーデュラブルペイントってのがある。グリーンの部分ですね。これは細かい傷がついても、自己修復する特徴を持つ。忍者 H2SXSE などで採用されてる塗装ですね。新型もこの塗装が採用されてるの？公式 HP を探してみたが、その記載はなかったな。仙台では電サス装備の SE に採用されてた。残念ですね。しばらくして特別仕様が発売されたら、採用されるかもしれませんね。なんてったって川崎はユーザー思いだからな。じゃ、お次は 10R の車体性能を見ていくぜ。川崎の 10R 公式ページを見たけど、意外とさらっとしてるな。何が？解説が。どこと比べて？ホンダの国内サイトの作りが丁寧すぎるんですよ。海外サイトはいつもこんな感じですよ。そうか。じゃ、行ってみっか。まずはエンジンについてだが。エンジンヘッドが赤かったけど、黒くなった。そこですか。って書いてあったから、赤ヘッドの 10R を探したけど、見当たらなかったな。色以外の変更点は？今回のエンジンの大きな変更点は、排ガス規制をユーロ5に適用させたのと、馬力やトルクの発生回転数を変えたことだな。あとは、空冷式オイルクーラーが追加されたな。ラジエーターで冷却するのと何が違うの？冷却媒体の違いなの？エンジンの冷やし方が違うぜ。ラジエーターは冷却水がエンジン周りを巡って熱を吸収、クーラーコアで走行風に当たって排熱する方法だ。オイルクーラーは、エンジンオイルをクーラーコア内に循環させて、コアに当たる走行風でオイルを冷却する仕組みだ。ハイパワーなエンジンは発熱量も高くなる。なので、2段構えで冷却してるってことだな。このおかげで、エンジンのクーリングに余力を持つことができた。サーキットをガンガン走るライダーには効果的な装備ってことですね。普通に走ってる時には、油温を気にしたことはあまりないですけど。10R に乗るようになれば、気にするかもな。車体足回りについてだ。車体関連に大きな変更はなく、見直しや再調整がメインだな。なんで？空力改善で予算を使い果たしたから？ 10R はスーパーバイク世界選手権で勝ち続けている車両だから、車体に手を入れるのは不要と判断したんだ。その分の開発費を、先代では手つかずだった外装部分に費やしたんだ。
あ、この話、どこかで聞いた気がしますが。鈴木のはやぶさ動画だな。メーカーが違っても、同じような判断になることがあるんだな。あと、細かいところとしては、リアスプロケットを39強から41強へ変更して、トランスミッションは1-3速ギアをショート化。立ち上がりを重視したセッティングに変更している。加速が良くなった分、ブレーキも改良されて制動力アップ、ホイールベースを10ミリ伸ばし安定性を向上させた。燃料タンクの容量は17リットルで変更なしですね。前後のサスペンションも先代から継続採用で大きな変更はない。フロントは BFF で、リアは BFRC だ。いずれも昭和製の最新型サスペンションでフルアジャスタブルだ。ファクトリーマシンからのフィードバックで再セッティングされてる。サスといえば、先代には電子制御サスペンションを採用したモデル SE がありましたが、今回もあるのかな？今のところ、予定なしだな。なんでだろ？はっきりした答えはわからないけど、電子制御サスは WSB 系で禁止されてるから、かもな。その代わり、ツーリングで役立つクルーズコントロールを搭載してる。サーキットへの往復で楽したい、って理由での採用だったりして。正解だ。開発インタビューでジョナサンからのリクエストがあったって話があったからな。WSB 系で6年連覇の立役者、ジョナサン・ジョースターですね。ジョナサン・レイだ。プライベートでも 10R に乗ってるのかな？乗ってたらいいな。最後は電子制御だ。新型が搭載している電子デバイスは、全部で10個だ。一気にどうぞ。KCMF 川崎コーナリングマネジメントファンクション、SKTRC スポーツ川崎トラクションコントロール、パワーモード、インテグレーテッドライディングモード、KIDS 川崎インテリジェントアンチロックブレーキシステム、KEBC 川崎エンジンブレーキコントロール、KLCM 川崎ローンチコントロールモード、KQS 川崎クイックシフター、オーリンズ電子制御ステアリングダンパー、エレクトロニッククルーズコントロール、です。デバイス名に川崎ってつくのが、必殺技名みたいでおしゃれですね。おしゃれか？電子制御の設定は大きく2つだ。インテグレーテッドライディングモードで出力特性をスポーツ、ロード、レーンの3種類から選び、KCMF 川崎コーナリングマネジメントファンクションで、パワーやブレーキ効力をコントロールする。って感じだ。各デバイスの効果は、名前通りですね。メーターは、4.3 インチの TFT 液晶へ変更されたな。ZH2 や忍者線と同じタイプだな。アナログ式のタコメーターがない、一面液晶のやつだ。で、スマートフォンとの接続も可能になった。バイクに乗りながらスマホが操作できて、音楽やメールができる的なやつですか？いや違う。ライドロジーザアップというスマホアプリ経由の接続で、車両情報、走行ログ、チューニングができるアプリだ。チューニング？何ができるの？アプリから電子制御のセッティング変更ができるんだ。自分好みのプリセットも記録できる。車両情報は、バイクの位置やガソリン残量、走行距離が確認できる。バイクの位置は、バイクとアプリが最後に通信した位置になるけどな。走行ログでは、走行中のエンジン回転数、アクセル回度、ブレーキ、ギアポジ、水温、スピードなどが記録される。まあ素敵。ただ、使い勝手は改善の余地ありみたいだけどな。バイク同様、改良し続けてほしいな。他社にはこうしたアプリはないの？ヤマハは、公道走行不可能不車限定だけど、エンジンマップが設定できるアプリ、パワーチューナーがあるな。ホンダは？ホンダグオーライドだな。川崎のアプリからチューニング機能を除いたアプリだな。鈴木は？ない。SMGS 鈴木モーターサイクルグローバルサロンがあるけど、これはデジタルコミュニケーション用アプリだな。最後はお得情報だ。新発売を記念して、忍者 ZX-10R デビューフェアってのを開催してるぜ。どんなフェア？新型 10R がもらえちゃうとか？バイクはもらえないが壁紙がもらえる。壁紙ですか？サーキットで活躍する人たちを感じられる、いい壁紙ですね。リモートワークにも使えそうですね。それと、まだ何かあるの？なんとジョナサンレイモデルの荒井製ヘルメットが抽選で当たるぜ。でもさ、これってバイク購入者しか応募できない、とかオチがあるんじゃないの？見た感じないぜ。川崎へ個人情報を提供すれば、いや、10R が気になってる人なら OK だぜ。もう応募したの？もちろんだ。この動画を見た人が当選することを祈っています。あと、この車両には購入時に川崎ケアがついてくるぜ。何をケアしてくれるのですか？3年間の定期点検とオイル交換、フィルター交換が無償だ。この分が車両価格に含まれてるってことですね。ユーザー思いですね。これは販売店にもメリットがあって、車両状態を保てるし、店舗に足を運ぶから集客にもつながる。下取り車となった時も、今までの乗り方や点検履歴が全部残って、適正な中古価格で販売できる。特に川崎の高級車は尖ったモデルが多いから、車両情報が残っていれば何かと対応しやすいしな。
何かって？バイクに長く乗ってると、色々あるんだよ。新型は、空力改善で見た目が大きく変わりましたが、中身も細かい調整が入ってます。こうした積み重ねが、WSB 系6連覇に繋がったんだろうな。それじゃ、7連覇にも期待できますね。もちろんだ。というわけで、10R は222万9900円、10RR は322万8900円だ。今回は以上だ。次は、青子のバイクニュースのコーナーです。こんにちは、青子のバイクニュースのお時間です。今回は、5月1日に鈴鹿サーキットで開催されたイベント、バイクのイベントレポートです。どうだった？とにかく受付や進行がスムーズでした。何やってるかよくわからない渋滞や、待ち時間はほぼなくて、国際コースも何回も走行できましたよ。それは良かったな。国際コース走行はイベントの目玉だからな。市場受付も、手書き記入以外に、ネットとメールでもできたのも良かったです。気になったところは？国際コース走行中、危険走行で何度か速度制限されることが数回ありました。運が悪かったな。でも、国際コースが渋滞するという、レアな体験ができましたよ。高速道路での渋滞は勘弁だけどな。イベントの様子は、鈴鹿サーキットの YouTube で配信されてます。機会があればご覧ください。今回のバイクニュースは、以上となります。では、今回はこの辺で。それでは、See you!